こんにちは、粟田洋介です。2025年の初動画、皆様明けましておめでとうございます。なんですけど、今現在2024年の12月31日の夜で、もうすぐ2025年になります。年の終わりから新しい年がスタートするということで、今日はゴールはスタートだっていうお話をしたいと思います。そしてこのキャンバスに2024年最後の絵を描いていこうと思います。ちょっとこのキャンバスこんな感じでデコボコになって跡がついてるんですが、そんな時は裏に水をかけてこんな感じで水を染み込ませて、この水が乾くことによってキャンバスが収縮してデコボコの部分が平らになります。映画のサクセスストーリーってあるじゃないですか。夢に向かって努力をする。その夢に向かっていろいろなことが起こって、時には挫折したりするんだけど、でも最終的に立ち上がって最後に成功をつかむ。感動しちゃいますよね。そしてそれがゴールなんですけど、そのゴールっていうのはスタートなんですよね。夢への第一歩ですね。なんか結婚とかも、結婚はゴールじゃなくて実はスタートで、そこからが大変だったりするじゃないですか。でもある意味結婚っていうのはゴールで、そしてスタートなんですよね。結婚だけじゃなくて夢へのゴールも、それはスタートだったり、年の終わりも次の年のスタートが一瞬で来るし、もしかすると人生の終わりもスタートなのかもしれませんね。2000年のアメリカの映画でアパートメント12っていう映画があるんですけど、売れないアーティストが確かアパートの12号室に住んでるっていう話なんですけど、そのアーティストは個展がやりたいって言って街のギャラリーに行くんだけど、何度も断られて、そのアーティストの作品っていうのはそこで個展をやるには十分じゃないんですよね。コメディなのでかなりバカバカしいんですけど、ちょっとしたことがきっかけで彼は素晴らしい作風を発見します。そしてギャラリーに行って個展を開いて、そしてたくさんのお客さんが来て、めでたしめでたしなんですけど、その映画を見て私はこれはゴールなんだけど、ここからがスタートなんだよなって思いました。まあゴールでありスタートなんですね。すごく面白い映画で、私のお気に入りの映画の一つです。頑張ってたどり着いたゴール、そしてそれはスタートに過ぎないのかもしれないけど、そこまで来るためにすごく頑張っていろんな努力をして、転んでは起き上がり、転んでは起き上がりって言ってたどり着いたゴールなわけですよね。だからなんであれ、そこは立派なゴールなんだと思います。スタートに立つっていうことはゴールで、それは頑張ったことのゴールなんですよね。一つ一つのステップに意味がある素晴らしいことですね。そして頑張ってゴールにたどり着くと、また新たなスタートが待っています。とてもキリがないことなんですけど、ゴールにたどり着いたからこそ次のスタートが見えてくる。そのスタートが何なのかっていうのがわかるわけですね。さっきの映画の話だったら、一つのゴールがその個展を開いて大成功したわけですね。次のゴールっていうのは2回目の個展になるのかもしれません。そして2回目の個展が次のゴールだとしたら、それに向けて準備をするっていうのがスタートですね。そしてスタートからゴールの間にさらに作品を作ったり、集客をしなきゃならないかもしれないし、いろいろ頑張って、そして2回目の個展がゴールになるわけですね。そして次のゴールっていうのは、もしかすると違う街で個展をやるとか、もっと大きいなんかをやるとか、よくわかんないけど、もし同じ場所で同じ活動をずっとやってたとしても、次もうまくいくとは限らないし、そのためにはまた頑張らなきゃいけないし、そうするとまたスタートがあってゴールがあってって、一回ゴールに着いたら終わりっていうわけじゃないんですよね。毎回スタートだったりゴールだったりっていうのが素晴らしいことなんだと思います。そのゴールに対して、こんなゴール大したことないって思っちゃう時もあるかもしれません。
こんなちっぽけなゴールじゃ満足できないみたいな。まあどう思うかは人それぞれで、ちょっとどうしましょうとかっていうつもりはないんですけど、私自身も何かやった時にこれで満足してちゃいけないなとかって思う時もあるんですけど、そう思うとなんか幸せじゃないし、そう思うことによってもっと努力をしようって思ったりするプラスの面もあるかもしれないんですけど、なんかそれじゃいつまで経っても幸せじゃないし、次のゴールっていうのがもしより大きなゴールだったとしてもきっとさらに上を目指すでしょうから、何回ゴールにたどり着いても幸せじゃないですよね。だから私は小さなゴール、大きなゴール、何を小さいっていうか大きいっていうかは分かりませんけど、どんなゴールでも喜べたらいいなと思っています。一つ一つのゴールっていうのが成功なんだと思います。そして成功したら次のスタート、次の挑戦が待ってるわけですよね。挑戦する機会があるっていうことはすごく幸せなことなんだと思います。スタート地点に立つ、どんな些細なことでも、それは頑張ったりとか、まだ頑張る前だったとしても、そこに立とうって決めて、何かを決断して、そのスタートにいるわけですよね。もしかすると、スタートにすら立てなくて、何年も何年も経ってしまうってこともあるかもしれません。ですが、年の初めの動画っていうことで、ポジティブなことが言いたいんですが、何年も何年もやらないでいても、いつかやればいいわけですよね。それでいつかとか言ってると、結局やらないから、今やれることは今やればいいわけですよね。何年も何年もやらなかったとしても、今やればいいんですよね。まあ、今っていうのは、今この瞬間できなかったとしても、今やろうって決めてスタートすれば、やらないでいるゼロの状態よりもスタート地点っていうのはゴールに近くなります。何もやらないでいる時にやろうって決めたら、それがスタートで、そして決断して、そして行動に移すっていう時が一つのゴールになります。そして行動に移したからまたスタートが始まるじゃないですか。そして実際に行動するっていうスタートが始まるわけですね。ゴールにたどり着くっていうのは成功するっていうことです。では一体成功とは何か、そういうふうに思った時に、一つ一つのゴールが成功だ。私はそう思いたいです。例えば個展を開いて、それが大成功だった。たくさんお客さんが来て、たくさんの売り上げがあって、それも成功の一つなんだけど、例えば一枚の絵を描き始める。それがスタートで、描き終わる。それがゴールで、満足いく作品ができた。みたいなのも一つの成功だと私は思っています。成功っていうのはお金とか地位とか名誉だけじゃなくて、なんか嬉しかったりとか、小さな成功みたいのも成功って呼べたら幸せなんじゃないかと思っています。たとえ絵を一枚描いて気に入らなかったとしても、絵を描いてる時に楽しかったら楽しい時間が過ごせたっていう、それもまた成功だと思うし、そういう風に思えるからこそ、絵を描いてる時間とか絵を描くことだけじゃなくて、なんかやってる時間自体が結果がどうあれ楽しく幸せに思えるんじゃないかなと思います。今時計を見たら12時過ぎていました。というわけで2025年になりました。改めて明けましておめでとうございます。そんなわけで2024年のゴールと2025年のスタートは、私は一人でカメラに向かっておしゃべりをしていました。で、ちょうど今サインをして絵が完成したところです。この絵のタイトルは蛇使いです。
蛇と人間どっちが使われているのかわからないんですけど、こういうくだらないことが私は面白いんです。2025年が皆様にとって素晴らしい年になるように私は願っています。今年もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。